にちは。ムーパルチャンネルからインターナショナルプレミアムを生放送します。司会のアデイトです。この番組は海外も放送するので英語に変えながら皆さんに伝えしてまいります。ニコニコ動画、Ustream、DMM.com、ブログ TV、Justin TV、YouTube でもご覧ください。そしていつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁、ちょうど院大学総裁です。よろしくお願いします。Today's top news. First, we are going to talk about Iran, and the currency of Iran has dropped immensely. リアルが暴落して、はい。イランの国民が、はい。生活ができないと言って、デモが今始まろうとしてるんだけども、アフガンネジャドはそれを抑えると。そして、このカレンシーのドロップは、暴落は、いわゆるアメリカの CIA の経済戦略で、あえて暴落するような仕掛けでやられたということで、対抗姿勢をしているわけです。反撃を今するぞと言ってるわけです、イランが。ね、だからカレンシーでいわゆる通貨暴落でリアルを下げる、それによって経済制裁がもう最後のいわゆるとどめになると思ったわけですよ、アメリカは。ね、潰そうと。でそれを今アフガンネジャドはいわゆるロシアサイドといろいろ協議して、それを乗り越えるストラテジーを今考えていますから、これは実質的にはもうロシアとアメリカ、このイランを潰すか潰さないか、どうしてもアメリカはイランを潰したい、ロシアはイランを守りたい、このいわゆる戦争がシリアの影響もあってものすごい激化してきていると、いう、状況になっていると思います。The sudden currency drop of Iran's currency. 総裁ちょうど院大学 tells us that it is kind of a forced drop of currency, and that was created by the United States in order to destabilize Iran and to weaken Iran's economic position in the world. And on the other hand, Russia is strongly helping Iran and on Iran's side. So it is a hidden battle between those two countries, Russia and United States. And Iran is in between those two countries. Of course, Iran has a lot of economic sanctions right now, and they are not allowed to export their oil, which is probably the only or the major way for them to earn their money. So they are probably going to be in fiscal problems. 油をエクスポートするはなかなかできなくになってるんですよね。それは一番今イランの収入源が切られてるような感じで答えているから、その問題の解決も含めていわゆるそのロシアと調整しているという状態です、ところが初めはロシアもイランの油を引き取ろうと、中国も引き取ろうと、ところが中国も今経済が非常に後退してきているから、油の輸入量も前思ったほど増えない、そういう中でイランの油が今余ってきているわけ。そうですね、かなり余ってます、余ってきてるから、それが原因もあってキャランシーがダウンしたと、しかしこれはイランにとってはですね、このまま国がディストロイするわけにいかないから、何としてでも乗り切らなきゃならないと、でそのためには反政府運動を起こそうとしておる、アメリカに対するいろんな牽制を今やってるわけです。
だからアメリカとしてはシリアをはい。潰さなきゃいけない。だからシリアを潰した後、イスラエル、アメリカはこのイランを潰しに入ろうと。で、シリアはなかなか抵抗がもうかなり長期にわたってやってきてるし、外国の援助、外国の軍隊の介入は非常に難しいだろうから、最近はトルコ国会で、いわゆるシリアに対する反撃報復処置を認めるという決議をしたけども、はい。まあそれは部分的な国境に扮して、シリアが国境を越えて弾を飛ばして、そうですね、トルコサイドに被害を与えた。はい。それに対して5人死んだわけだ。そうです。それに対する反撃を今正当にしてるだけのことで、大きな外国軍隊がシリアに向かういうことはまずありえない。それはロシアが黙ってないだろうから。ね。だからまあイランとシリア問題はロシアのメンツにかけても乗り越えるという決心をプーチンはしてるわけです。そういう意味でその周辺国のタジキスタンもロシアの軍隊が2042年までこの契約を延ばした。タジキスタンのロシアのミリタリーベースは2042年まで使ってもいいという。すごいですね。ね。はい、でジョージアが今度グルジアは、はい、新しい大統領が、ね、ロシアサイドになったわけですから。だからそういう意味でいわゆるユーロシアアライアンスの体制が出来上がる。ユーロシアアライアンスの中ではイランは絶対にそのユーロシアアライアンスの中の一番中心的な存在にしなきゃいかんから、これだけはどうしてもイランをロシアから離すわけにいかない、まあいうプーチン大統領の決意は固いと思います。そうですね。And Iran is very important for Putin and for the Great Eurasian Alliance, the base in Tajikistan will be, the Russian bases in Tajikistan will be extended until 2042. And same the base will be built in Georgia. And so Putin is strengthening more and more this Eurasian alliance. Now, the Kurds are starting to think against Turkey, right? なんかbecause of this problem that recently happened, where Syria has shot mortar over the borders into Turkey, killing 5 innocent people, 2 women and 3 children, and this caused a big distress in between Turkey and Syria, and Turkey shot back and is shooting for 5 days now, shooting back to Syria. And the Prime Minister Erdogan said he's at any time ready to start a war if they will be provoked. But also the Kurds, コルド人が立ち上がってる逆に、the Kurds who want to split. まあクルド問題もそこに参加してくるから、はい、より深刻になってくるでしょう。でクルド人問題はイラクも関係してくるから、はい、クルドっていうのはトルコ、イラク、イランにまたがってこう、住んでるわけです。クルド民族が。だからクルドとの問題をこれシリア問題に加えてくると、より紛争が大きくなるエリアが、ね。ですね。だからまあそれはそれをいかに縮めるかというストラテジーがあると思いますよ。ですね。でまたアフガニスタンでタリバンだんだん、戻りそうはずだし、すごい麻薬を今まで一番麻薬が増えてるアフガニスタン、その麻薬を作る、だんだん増えるようになった。それでインド
この麻薬はインドにエキスポートされて、で例えばプンジャブの町、今まですごくいい町、素晴らしい町だったのに、そこの、若者たちほぼみんな、麻薬のaddicted to drugs。それでこの全てアフガニスタンからこのドラッグスが、インドに行ったり、それでインドはなかなかアンチアフガニスタンとかアンチパキスタンになってきます。インドは、ロシアサイドですか？それかアメリカサイド？ニュートラルだ、今のニュートラル。どっちかといえば反中国だった。反中国。反チャイナ、アゲンストチャイナ。もともとはアライアンスロシア。はい、ね。でユナイテッド・ステートとの間はニュートラル。だからまあしかし最近のインドは次の選挙で、今ルーリングパーティーが負けるかわからないから、はい、ね、今ポリティカルは大混戦してるわけ。これコンプリケートになってる、複雑だから、次のインドの政治がどのいわゆる政党が中心になって作るか、ね、今みんなもう汚職問題でどんどん今お互いに攻撃しちゃってるから、インドが大きく経済的にこれから発展していくという可能性は低くなってきてる。そうですか。となれば、やはりまあ経済的に力のある国が影響力を持ってくるだろうと、それは EU にはない、はい、ユナイテッド・ステーツにもない、ね、チャイナのエコノミーもいずれ崩壊するとならやっぱりロシアとインドの関係は強くなるだろう、でタリバンは当然ロシアですから、タリバンはもう次の来年あたりから政治的に大きな影響力を持つだろうし、ね、カルダイはもう金さえもらったらどっちでも転ぶから悪い男だからカルダイはね、だからカルダイの影響力はどんどん低下する。タリバンを中心の政治が動き出す、アメリカがもうタリバンとアンダーグラウンドで交渉を始めてるわけだから、だからタリバンと今頃手を握手して組むならば、初めからタリバンを潰すっていうようなバカなことで、そうですね、莫大なアメリカ市民の、国民の税金も使い、日本の税金も使い、ドイツの税金も使い、フランスの税金も使い、何のためにアフガニスタンに兵隊を送ったのか意味がなくなってます。そうですね。単なるオサマ・ビンラディンを潰すだけの話じゃないんです、これは。まあ、このいわゆるアメリカのミリタリー・インダストリアル・コンプレックスは、自分たちの孤立孤略商売の売り上げが上がるために、そういう紛争をあえて作ると、無理して作ると、そうですね、こういうことが暴露されてきてる。でまたアメリカが戦争をしてる姿がかっこいいと、いっぱい人たち思ってる、アメリカの政治家もそのアメリカが戦争をやってる姿、世界にアメリカが見せる どこまでアメリカが、ね、戦争できますとか、戦争すごいで、それを必ず続きたい、ね、いろんな政治家もいます。So even in Afghanistan, even if the troops will pull back in 2014, it's obvious that the Taliban is going to take back over Afghanistan. So, like Sosei Chodoin Daikaku tells us, what was the reason to waste the tax money of Japan, tax money of United States, Germany, France, the entire world participated in this war against Afghanistan for no betterment, for no result. Taliban is going back there, and they even say that they won the situation. And the drug production of Afghanistan has fivefold increased, and so it was a total failure. Okay, next up, we are talking about Spain and
Morocco, there's going to be a collaboration, economic collaboration in between Spain and Morocco. まあ、ラホイプライムミニスターとモロッコの経済大臣がしてモロッコ、スペインのいわゆるエコノミカルコーポレートをですね、締結したと。で、まあ、モロッコのマーケットにスペインのいろんなインダストリアル製品を売り込んでいこうという、まあ、狙いがあるようです。しかし、まあ、今もスペインの国内の需要がなくなってきているから、どんどんもう景気が落ち、失業者が増えて、誰も物を買わない、お金を使わない、こういう中で、まあ、モロッコのマーケット、これはスペインっていうのはセネガルとかね、それから、まあ、植民地、元の植民地のモリタリアのとか、ね、みんなそういうところをこれから耕していこうと、でマーケットを売り込んでいこうと。で、まあ、もともとこれもメキシコからガテマラ、ね、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマと。でもこれスペインなんだから。ね、今フェリエスかスペインのカルロスの息子皇太子、これパナマ行ったり、中南米から南米行ってスペイン企業をどんどんもう頑張れ頑張れって言ってる。そこで、スペイン国内で若い人はもう 50% の失業してるわけだから、この 50% の失業のはけ口をパナマの200の企業にね、どんどんスペインの本国から若者を送る。あ、そうですか。だからそういうものはもうそれはもう中米だけやなく、これはもうポルトガルはブラジルへバンバン持っていこうとしてるわけです。ポルトガルとブラジルはもともとの同じ国だから。そうですね。ね。だからそういうアルゼンチンからチリからいわゆるペルーからエクアドルからコロンビア、ボリビア、パラグアイ、これ全部スペイン語の国ですね。国でスペイン語が通じるから、スペイン本国で失業した人がどんどん今行ってるわけですよ。ね、だからそのスペインバブル崩壊、これ2007年にバブルが崩壊するまでは一応働いてたわけです。それからバブルが崩壊して職がなくなっていったわけです。まあ、日本も同じことなんだけども、日本はそれを中国とかみんな東南アジアへ向かったわけです。今同じようなことが、スペインは中米、南米に向かっていくわけ。だからそういう意味でまあモロッコもまあ人のうち一つだろうし、まあ、アフリカの国々へも人が流れていく。だからいっぱい昔の大きな帝国だったからスペインは、まあ、そういう帝国の姿にもう一回戻して新しいマーケットをどんどん活性化して、スペイン人が働きスペイン人が活躍する場をアメリカ大陸に作ろうと今こう考えてるんじゃないですか。だからスペインはそういう逃げる場所を持ってるということですよ。メキシコだって大きいでしょ。ガテマラ、ホンジュラス、マリ、コスタリカからニカラグア、パナマ、これ大変ですよ。こういうのベネズエラから、ポルトガルはブラジルを持ってるわけだから。So Spain started economical treaties with Morocco, and of course, long ago, Spain had many colonies in Latin America. Most of the countries of Latin America speak Spanish. Brazil, they speak Portuguese. Brazil was a Portuguese colony, so Portugal, if they have economical problems or if their people don't get jobs, they would go to Brazil and find their new life. And now Spain, the Spanish people are looking towards the former colonies of Spain, Mexico, Bolivia, like all the other countries of Latin America.
used to belong to Spain. So Spain is trying to restore this big empire they used to have and to export their financial problems to those smaller countries. And so many of young people from Spain are going to Latin America. And in that wave, it's this collaboration that they are going to start with Morocco. On the same line of Latin America, Venezuela's Fidel Castro won the elections. What do you think about これ that? はチャベスがはい。ベネズエラの大統領選で、10% の差をつけて、はい。まあ、余裕を持って当選したと。まあ、新人の誰だった新人カリベス。カタリベスか、これはまあいいとこまで頑張ったけども、はい。やっぱりチャベスはやっぱり共産主義的政権ですから。そうです。だからものすごく貧乏の人たちに対しては、はい、手厚い保障している福祉予算を組んでる、でやっぱりそういう人たちは自分の生活はチャベスでなければ成り立たないということで必死に応援したわけ、はい、でそれとやっぱりキューバのビッグスポンサーでもあるわけです、ベネズエラのチャベスは、はい、でそれをプーチン大統領は高く評価してるから応援すると、はい、だからかなり大きなロシアの勢いがですね工作隊がチャベスを応援したと、はい、でそれに対してオバマ大統領はカリベスをあまり応援しない、ね、自分の選挙でも精一杯だからですね、よその国のチャベスはどうでもいいと思うよ。自分がロムニーに勝たなきゃいけないと、ロムニーに追い上げられて今もう戦々恐々と弱っている。そうですね。だからベネズエラの選挙のチャベスを倒すような動きはほとんどしていないんです。でも CIA は今みんな4つの派閥でこう喧嘩してるから、あんまりもうまとまってドーンと応援にはいかないという、だからこの間だってコロンビアで CIA の人たちは、いやシークレットサービスも含めて、女遊びしてバレて問題になってたけども、そうですね、堕落してるねアメリカの CIA は、まあ、そういう意味ではロシアサイドはですねきちっとチャベスをバックアップしたと、はい、だからチャベスは勝ったと、こういうふうに私は思います。はいはい。And the battle in between Hugo Chavez and the 40 years old former lawyer Carides, who comes from a good family, it was a very hard battle. Many people were actually interested in a change. Of course, Hugo Chavez did very good for his country, and he is on the side of poor people. So many people, thanks to him, were able to have a house, to have electricity, to have food, and to aim towards a better life and to have a better middle class. But it's also said that we need some change, and Chavez was good, but there is a time to try something new. This young lawyer would have been supported by United States if United States and Obama would have had time to care for them. But America is enough troubled now with their own elections, and Obama has to win against Mitt Romney. And so it was only Putin's side who would support very much Castro, and that's how he won. He won by a really high percentage. And that's the situation in Venezuela. In USA, the unemployment was said to have dropped at 7.8%.
and the currencies well, while the dollar went a little high with this. But now the dollar is dropped back. ね、7.8% まで下げた。この 7.8% というのはですね、現実のいわゆるシチュエーションから見れば、はい、おそらく真実ではないと、本当じゃないという、はい、見方は単なるノムニだけはなく、一般労働者が、ね、これをおかしいと言い出してる。ね、8% でから下がったんだけど、増えてるんじゃないかと。だからオバマが大統領になった時が 8% ですよ、ね、全然だから良くなってないわけ。いやでも良くなって、お前は大統領になってから良くなってないじゃないかとロムニーに言われるから。けどオバマ入った時は9以上高かった、ものすごい高かった、オバマが入った時、ね、それでも頑張ってまあね、8まで下げてた。でもどうやってそこまで嘘作れるんですか。7.8 まで下げたを、まあそれはどういうふうに調整して発表したかは、これは役所の役人たちが計算するわけだから、はい、まあ 0.1 とか 0.2 は、まあ、自由自在にこっちの数字をこっちを移す、こっちの数字をこっちを置くというテクニックでできるとは思う。なぜこの時期に 0.2 ポイントを下げたかと、はい、これは選挙のいわゆるパフォーマンス、はいはい、選挙用の、ね、これは発表であって、それが真実かどうかまでは誰もわからないですよ。ただまあ労働者はですね、決して、就職、仕事が簡単に得ることはできないと、はい、仕事だったら見つけるのは大変だと、でむしろ増えてるんじゃないかという実感があるとみんな言ってる、はい、なぜ下げたという宣伝を、はい、まあ派手にやってるというのは選挙用のパフォーマンスだろう、こう言われてるということです。そうですね。And so it is said that this sudden drop in unemployment numbers was kind of created, like it's not really that low at 7.8, which would be lowest in many years. When Obama started, it was more than 9%, so he already succeeded to drop it around 8. And now Sosa says and that many people still do not have a work, don't find jobs. So the people say those numbers might be fabricated for the elections to make a better image for President Obama. Next, in England, Cameron decided to cut down the budget for public services. まあこれはヨーロッパ全体で、はい、今やっぱり緊縮財政すべてのバジェットをカットすると、はい、いうことで、まあこれがいわゆるESM のですね、はい、ESM のいわゆる融資に対しては条件として交換条件として、みんなバジェットを切りましょうと、はい、そして赤字国債を発行する場合は GDP の 3% 以内だと、これがもう条件だと言ってるわけ、はい、ね、だからまあそういうことで英国においてもですね、まあ、その基準に合わせて、今福祉予算を下げると、はい、ね、今これ一番福祉予算を下げることは選挙にはマイナスになるんだけど選挙用じゃない、そうですね、ね、怒るわけだから福祉で困ってる人たちはなぜ下げるかと、なぜカットするかと、はい、しかしそれをキャメロンはあえてやったと、でこれはまあギリシャのサラマスも全国民を敵に回してもバーンと切ってるわけ、ね、マリオ・モンテのイタリアも切ってるわけです。ラホイもスペインは切ってる、切らなければ支援が得られないから。そうですね、だから英国は支援を英国はまあいい状態のシチュエーションなんだけどね。私フランスが今悪くなっていく、フランスの金持ちはみんな英国に逃げる、ね、だから英国のマンションがバンバン売れてる、フランス人が買うから今、はい、で税金が安いフランスへ移ってるわけで、はいはい、
まあそういうふうに英国はいい状態なんだけど、しかしそれでもキャメロンは切ったと、バジェット、ね、これが本当の正しい政治のやり方だと思うんです。日本みたいにもう全体が悪いのに、20年間経済成長していないのに、ね、福祉で増税したり、予算を上げようとしてる、ね、これと比べれば立派だと私は思いますよ、キャメロンは。So, Cameron of England decided to cut the budget for public services, and even though this is a bad move for his re-election, for the elections that are coming up, and of course people, all those people whose budget were cut will be very angry at him, he anyway did it. And Sosai Shoden Daikaku says it is a very good move and a strong move to do this, and the entire Europe is cutting now budget, and England's economy is still not as bad as France and the other countries. People from France are even buying houses in England because the economy is even worse. We thank you for today and see you next week. これからも日本を取り巻く国際社会問題をお伝えしてまいります。ではまた来週。See you next week.